はい、ということで今回ですね、リバティの 52DB の方をオーナーさんに、これからですね紹介をしていただこうかなと思っております。はい、じゃあ早速ですけど中の方に入っていきたいと思います。ちょっとお邪魔してもいいですか。どうぞ入ってください。早速なんですけど、ここなんですけども、乗車人数が6人ですかね。6、7かな。7人ですか。7人定員の5人就寝とかですか。法律上だと5人就寝だったかな。そうか、これ今知ったんですけど、はい、そのジルと同じなんですね。ジルもここが全部そうですよね、でもいいですよね、このソファーがこう長いっていうか、そうあ、でも座面はこっちの方があるかな。結構ここが深いですよね。そう、アネックスさんヨーロッパ意識してるみたいで、ああ、座る位置とかも基準がちょっとね、そのヨーロッパっぽい高さ関係だったり、ここの長さとかもね、なんかそんな感じですよね。結構いいですよね、これはこれで。使い勝手いいです。なんかその辺、こう物よけるとそこにコロって横になれたりするし、幅も結構ありますよね。幅これあるように見えて、外側の寸法でいくと2040しかないんですよ。へえ、意外と2100とか収まってるんですよね。そう。だから壁がね薄く済ませられてるみたいで。あ、それでこう室内はまあ違和感なくというか、ちょっと広めに感じるんですよね。アネックスさんの技術みたいですね。へえ。薄い壁で断熱性の L だったっていう。すごいですね。早速なんかもうこの違いが普通のなんかキャンピングカーと。ここテーブルは、これは純正のテーブルですか。これ純正です。もう備え付けというか。備え付けで。これ動く。これ動いて。これはヨーロッパ式ですね。そう、動いて下がるっていうね。はい。で、これベッドになるやつですね。ベッドで1人分のベッド。なるほど。おお、すごい。でこれ横にも動くんですか。このレバー外すとね、こうして曲がるし、伸びるし。そう。何これ。完全にこれアドリアとかについてるやつですよね。そう。へえ。これは日本のキャブコンっていうかカムロードベースで採用してる車あるんですか。他の会社さんも始めたけど、多分アネックスさんが最初にこれ国産のキャブコンで使ったんじゃないかなって。他で見なかったですよね。だいたい引っ掛けてあるやつとかが多い。そうですよね。これ便利です。大人が座って子供座ると子供の方にこう寄せてあげたりとか。確かにいちいち外したりしなくていいから本当にこれ動かせるっていうのはめちゃくちゃいい。これも最初からこのテーブルのこの機能も特にオプションとかではなく標準です。納車してもらった時と一回変えてもらいましたけどね。あ、そうなんですか。機能はね一緒。前のやつが少しこうガタつく。ああ、そういう初期不良みたいなのですね。少し変わったけど機能は一緒です。でなんかこの椅子が動きそうな。そう、これ普通キャブコンって固定だけど、ここに車みたいなレバーがあって、こう前に出せて、このレバーで後ろにすると、こうリクライニングして座ってる人もちょっとこう、大体直角でしょ、これって。直角です。これって大体こうだよね、後ろに。そう。それがね、結構寝るんですよ。これちょっと寝るだけで全然違くて。いや、これ下も動くんですね。そう。出て座面を普通のシートですね。そうです。いや、この間その話もあったジルも同じように若干動くんですけど、こんな感じじゃなかった。あ、本当。ちょっと動いて後ろからはめ直せるっていう感じだったんですけど、これは別なんですね。普通の車と同じ感じで動くんですよね。やっぱかみさんも後ろ座ってるとこれ前に出してこうした方が楽だって言って。これも特にオプションとかではなく、これも標準で。このアームレストとかも。おお、ちゃんと起こるんですよね。行き来するのが楽ですよね。小技がめっちゃ入ってる。なんかちゃんとこの座るところに小技が。で、じゃあここはベッドはするときはこれ潰して、でこの横のやつを挟み込んでやるような感じですかね。その時はこのなんか椅子ずらしたりするんですか。いや、これをね一番この手前にしとけばいいだけ。すいません、次棚を見せていただきたいんですけど、ちょっとどんなものが入ってるかとかって見ちゃっても大丈夫ですか。ここはね、アルコールの除菌とか、お化粧水とか、マスクとか日用品みたいな。かみさんが座るとここに必ずこうやってなんか鍵入れたりとかするんで。なるほど、これ一段下にもう一個あるんですね。ここにもねあって、これダンパーですね。あ、これダンパーです。あ、ちゃんとしてるやつですね。そうです。あ、ちゃんとしてる。ちゃんとしてるやつ。ヒンジじゃないですね、これ。いいっすよね。もうこれが良かったわけです。ちょっと今心の声が出ちゃったんですね。で、これ隣のこれは。ここはね、
こは棚じゃなくてエアコンダイキンさんが入ってます。はい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 基本だからここは閉めたまんま使うんですけど、はい、やっぱりエアコンの効率考えるとこれ開けてここにねいつもティッシュとか挟んで開けて使うとすごい冷えが違う。あでもまあ一応ここから、あそうですね、見えてますね。そうからちゃんと一応メーカーとしてはこのまま使えるよっていう形にしてくれて、いけるってことですね。目隠しで中にしまってる感じですね。なるほどなるほど。あんま見えないようになってですね。これ上もなんかあれですね。上はね、エアコンの吸い込み口ここに設けてきてるんで。なるほどなるほど。だからそのスペースがあるんですね、そこに。じゃあここはあんまり物を置いちゃいけないゾーンですね。そう。見るとすごいですね。天井とかもここでこうまた分かれてるんですね。そうなんですよね。ここまでの高さとここからこっち側がこう高さ変わるから、違いますよね。一段なんかある感じなんですね。こっち側の棚も大丈夫ですか？大丈夫です。キッチン上ですかね。あんまりキッチンのものっていうよりか、なんだろう、ペーパーとか、はいはいはい。これ換気扇のダクトですか？これそうですね。ここ換気扇になってるんで。この換気扇もまたビルトインでおしゃれですね。結構吸い込みいいですね。あんま見たことないタイプですね。これもだから多分ヨーロッパ系のやつ。そうですよね。あんま国産のよくついてるあれじゃないですよね。ちょっと違うね。でもう一個奥に。ここがちょっとランタン入れたりとか、パパの避難用の一泊分の。そうなんですね。これちょっとごめんなさい、一個ヒントですけど、これ2つ開けると繋がってるんですか？ここね、繋がってないです。あ、じゃあちゃんと仕切られてるんですね。あ、じゃあ個室みたいな感じですね。でこれは一番奥もあって、ここはウェブ会議用のワイシャツが入ってる。スウェット入れて、もうパパの避難場所みたいな。これ第2会議室です。そうです。そうなんです。移動オフィスなんです。そうです。ここがカセットガス入れて、あ、そこにあるんですか？ここにあるんです。あ、本当だ。納車の時以外一度も使ってないカセットガス。皆さん全く同じこと言います。火は使わないですね。あ、で一応じゃあそこに入れればここのが使えるんですね。はい。これキッチン下も。あ、これそうです。ここはねちょっとなんかあんまり使えないこんな感じになってるんですけど。あ、でも結構これでもね。シンクがあるからここが何にも使えなくて、なんでこうなってるのかわかんない。使いづらいですよね。ここに入るわけいかないし。まあ何かあるんでしょうね。本当全然使ってないですね。だからここから下はいろいろなんか薬入れたりとか。すごい。入れ袋入れたりとか。すごいですね、この広さが。シャビッと。ここ一番使ってるかな。あとはこの下はすごい深いんで、そう、ここ食器みたいなのを入れたりとか。結構でかいっすよ。でかいです、ここは。結構深い。結構あれですよね、ガス管とか立てれそうな感じですよね。あ、そうそうそう。だからミルトンがこうやって立っちゃう。あ、はい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 。これも収納がすごいっすね。収納はね、いいですね。そうですね。装備がガチガチなのに収納がちゃんとありますよね。収納は基本的にこのフロアだけですか？このフロアだけですね。ベッドのは下のとこは収納ですかね？この下はトランクと一緒ですね。ああ、そうですよね。この上が。そのままそれで開くんですか、それ？ここも開く。あ、それで開くんですね。それもびっくり。で、これが開くのと、ここがね、ウッドスプリングだから、これ寝心地いいですね。ああ、本当だ。でもそれで、そこの黒いの引っ張ると上に上がるんですよね。そう、これごと全部上がる。あ、すごいすごいすごい。へえ。いいっすね。これ普通に使えますね。なるほど。なんですけど、冷蔵庫のその下の棚ですか？あ、そうだ。なんか、すごい隠れスポットみたいなのなんですけど。ここもそこそこ深さがあって、本当だ。ご飯と、はい、メスティンがめっちゃ入ってますね。メスティン超買ったのに使わないっていう。そう、ここもだからこれカセットガスも縦に入るぐらいの深さあるから。使い捨ての食器入れたり。カセットガスの3本入りのやつが、そうそう、ここにスポット入る。はあ、すごいですね。これはここオプションで冷凍庫にもできるみたいですね。じゃあ、そうか、上がこれ冷蔵庫なんですね。これ冷蔵庫。なるほどなるほど。ああ。この棚の下についているこのガラガラみたいのはこれオプションで電子レンジ入れれるような。はいはいはい。もう完全にビルトインで。そうですね。あ、じゃあもう普段はガラガラ閉めて見えないように。そうですね。ほぼほぼの人はつけるんじゃないかなっていうぐらいの、そのためみたいな感じですよね。でも最悪なくてもここに使えるってことですね。なんかここに食品とか入れる人もいるとは聞いたけど、ほぼほぼつけるんじゃないかなっていうぐらい、そのサイズで作られてます。そうですよね。狙ってますよね、これ。そしたらすみません、このマルチルームとかも見ちゃって大丈夫ですか？大丈夫です。いいっすね。ドアでかいっすね。でかい。あ、すごい。カセットトイレはこれ電動ですか？電動です。
でこれはオプションですか？いや、これもね標準です。へえ。じゃあ最初からこれももう備えついてるってことですね。あ、これ換気扇みたいなのもついてるんですか？そう、換気扇がね、ただこれの換気扇ソーラーなんですけど、今止まっちゃってるでしょ。ちょっと日が当たんなくなるとすぐ止まっちゃうんですよ。電気引っ張ってほしかった。なるほどなるほど。電気が良くて直射日光当たるとね、ずっと換気扇回ってます。あ、そうなんですね。よく見てこの窓も網戸にできるってことは開けられるんですね。開けれます。こんな感じで、ここ上がシェードですよね。下シェードの上が網戸っていうよくあるアクリルの同じのが採用されてるんですね。ちゃんとここにも収納があるんですよね。収納があって。あ、そう、もともとだから。お水なくても使える。非常用に置いてて。まだ出番はないあれですね。まだないですね。なるほど。ない方がいいですけどね。確かに。で、ここはもう完全に手を洗える。あ、これ鏡がついてるんですね。すごい。あれこれ住宅の洗面みたいな感じ。そう、住宅ですよね。これちゃんとあれなんですね。温水も出るんですね。そうです。FF ヒーターと統合型の床暖房も全部管理してるやつなんで。ただ水圧は弱いですね。これでもシャワーカーテンついてますもんね。シャワーカーテンついてるから一応ね浴びても大丈夫らしいですけど。使ったことあります？私はないけど仲間で使ったら途中からお水になっちゃう。でもこれちゃんとあれですもんね、シャワーパンですもんね、下も。そうです。ここから流れてくるの。そうですよね。そのままだから使えるは使えますもんね。使えます。あ、じゃあもう本当緊急にはいけますね。すごい、ちゃんと下もこうやって棚っていうかあれになってるんですよね。マルチルームがちゃんとサニタリールーム。ちゃんとサニタリールームですよね。安倍さんが一番気に入ったポイントここでしたね。そうですよね、きっと。ちょっと照明つけてもらっていいですか？あ、すごい。めっちゃおしゃれ。夜家族でここ見た時にわーってなりますこれは。キャブコンのマルチルームってこういうのないから。いや、それこそ本当汁ぐらいですよね。こう作り込まれてるのって太閤は唯一ですね。すごい。ここもちゃんとこういう照明が綺麗。手元でやれて、そこも100ボルトも来てるね、確かに。ありますね、コンセントが。だからドライヤーとかヘアアイロンみたいなのも使えて。すごい。ありがとうございます。はい、すいません。そしたらちょっと電気周りで見せていただいてもいいですか？ちょっとだいぶ違うんじゃないかって雰囲気はもうここから出てるんですけど。メインを入れて、これちょっと時間かかるんですけど。立ち上がるような感じですかね。今読み込んで。めっちゃハイテクですね。これ壊れたら大変だけどね。確かにそうですね。一応ね、椅子の下にアナログのスイッチがこうついてるんですけど、表示されないんですけど。めっちゃ優秀ですよこれ。いや、これでもちゃんとアネックスって書いてますね。ちゃんと線で入ってる。あともうタッチパネルで基本ここでもう集中的ですね。めっちゃかっこいいですねこれ。そう書いてあること。めっちゃかっこいいですね。でこれ調光で間接照明軽くしたり暗くしたりっていうのができて、これ照明の調整なんですね。そうです。つけるだけじゃないんですね。でだから本当にここに集中されてますので、電装がね、インバーターオンオフここでやって、でこの辺はじゃあスイッチ、照明関係だとか冷蔵庫だとか、これボイラーですか？これ水道ですか？これポンプ。そうですね。外の電気ポーチ、バッテリーの残量、清水タンク。これはタンクのあれなんですね。これバッテリーが一番左で、真ん中が清水ですかね。右がグレータンク。すごいですね。グレータンクまで表示されるんですか？グレータンク出ますね。いや、これはめちゃくちゃ優秀ですね。これしかもよく見たらちゃんとこの室内温度と室外温度が上に書いてあるんですね。今だから中超暑いっていう。そういうことですね。でこれちょっとじゃあ照明ってつけていただいてもいいですか？まずじゃあ全体の。すごいですね。いきなりガッともう調光していただくとどんな感じですか？これが一番明るい。めちゃくちゃ明るい。これめっちゃおしゃれですね。基本全部間接照明で成り立ってる車で、直接照明が手元のところ何箇所かあるぐらいで、天井にはね直接照明ないんですよね。いや、すごい。めっちゃかっこいいですねこれ。であとセーリングっていうのがここですね。そこのすごい。全部このスポットのちゃんとこう間接照明みたいな。すごいですねこれ。めっちゃ綺麗。これ今全開ですか？照明今これ全開ですね。これなんかあれなんですか？本来はここの縁もここと同じ光で光る。
ちょっと電気設備のところ見ていきたいんですけど、はい、まあこの先ほど紹介してもらったエアコンがここですよね。はい、冷蔵庫とかっていうのが、はい、冷蔵庫がここに90リッター、はい、お酒しか入ってないかもしれない。でもでかいっすねこれ。これ最初からこのサイズ？これ最初からこのサイズ。めちゃくちゃでかいっすね。だいたいお土産買っても何しても足りる。足りますよね。これ冷えもいいですよ。これは12ボルトですか？12ボルト。コンプレッサー式だから本当に家の冷蔵庫と同じ感じで氷もちゃんとできるし。めっちゃ優秀ですね。この上が換気扇ですよね。これが一応これも電気設備で純正で入ってる。はい。いや優秀っす。そしてかっこいい。キッチンかな。入れるとこいつ電源入って、あ、キッチンっていうのがあるんですね。ここにもね、すごい。こいつが持ってる電気もあるんですよね。すごいですねこれ。あ、めっちゃいい感じですね。これが結構ちゃんとしてますね。本当に使えるやつ。そうです。飾りじゃないですね。飾りじゃないですね。本当だ。いや優秀、めっちゃ優秀。タッチスイッチってのもいいですよね。料理しないから全然使わないですけどね。それもあるあるですよね。外でやっちゃうからですね。でこれ下が普通のキッチンで、こっち側がシンクで、でここ混合線だからお湯も出るやつですね。お湯も出て、こっち側がこれがあれですね。先ほど言ってた納車以来使ってない。そうです。伝説の納車説明の時に着火して以来着火してない。そうなりますよね。いやでもここ閉めれるからいいですよね。これ結構硬いんですね。そう、これたまにね閉め忘れて走ってても閉まんないで。ね、そうですよね。だいぶちゃんと固定がしっかりしてるやつですね。そうですね。こうやって使えるから別に問題ないですね。ここもちゃんと窓になってですね。よく見たら。なるほど。これはもう水は結構使われます。水は使いますね。この時期だと余計に使いますよね。90リッターのタンク、90だったかな、ここの下に入ってるんで、でそこから熱交換器通ってお湯も出るしっていうところで、ここはもう外のお手洗い行っても手洗う時ここで手洗ったりとか、それぐらいみんなで使ってる感じ。そうですよね。これちなみにヒーター関係ってどうなってるんですか？ヒーターはそこに集中されてて、オンしますね。これでオンってなるとしばらくすると、椅子の下に入ってるヒーターが FF ヒーターですけど、ここが着火して、ここの温度調節を今25度設定ですけど、これをまあ何度でもとりあえず室温が今 26.5 度あったんで、それを28度とかにするとここに今ヒートってついて、そうすると床暖房がオンになって、床暖房、床の下にクーラント、ラジエーター水みたいなクーラントが通ってるんですよね。でそれをここの FF ヒーターで温めて循環させてるんで、すごいですよね。床暖房、冬場めちゃめちゃいいです。そうですよね。乾燥しないであったかいし、やっぱ足元って冷えるじゃない。それはめちゃめちゃいいですね。じゃあ FF プラスっていう感じなんですか？ヒータープラス床暖房。そうです。基本はね、床暖房で温めるっていう発想で、その熱を少し奪う形で、ああいうところから温風も送り出せる。床暖房の設備を使ってるんですよね。じゃあもう足元は床暖で温めといて、まあ一応 FF っていうか風も出るようにっていう。早くに室内全部温めたい時は風も出して、その風を出すのはここのボリュームで。それはそれ用なんですね。これだから本当にそのラジエーターみたいなところにファンがついてて、それを回してこっちに風出してくるんですよね。なるほど。じゃあこれをつけるといわゆる FF みたいなああいうそうですね。使い分けられるんですね。じゃあ床暖だけでもいける。床暖だけでもいい。ボイラーだけでもいけます。へえ。ここの温度設定を5度とかに設定するともう5度なんて絶対床暖オンされないじゃないですか。そうすると FF ヒーターだけ焚いてて熱交換器温まってるんで、水がそこを通って温水だけ使える。へえ、すごい。めっちゃハイテクですねこれ。これオプションですか？これね標準です。ここだけで結構な費用いきそうですね。何でもただやっぱりメンテナンス性のこと考えるとちょっと不安は残りますけどね。なるほど。下はわしてるパイプとかも樹脂製だったら傷んだらどうするのとか。そうですよね。まあそこはちょっと本当今後見てってって感じですよね。すいません、じゃあちょっとベッドの方を見させていただきたいんですけども、これ後ろ行っちゃって大丈夫ですか？大丈夫です。上はねもう本当いつも荷物置きにしちゃってるんですよね。でもこれ普通ですよね。これもうよくあるやつですよ。うちも全く同じ状況なんで。
でも奥行きありますよねこれ。奥行きねあるように見えて、あ、そうなんですか。800だったかな。へえ、なんか見た感じめちゃくちゃ奥行きがありそうな。実際測るとそれぐらいサイズ感だ。なんとなくその作り方が上手なの。ああ、なんですかね。っていう感じですよね。これ下はじゃあここはもう普通にベッドとして。さっきまで成功が。いや、いいっすよね。いや、でもなんか広く感じますけどね。窓かな。窓のあれですかね。一般的なキャブコンとサイズ的にはね同じぐらいなんですよね。へえ、いや意外と、まあ確かに窓なんですかね。窓が3面あるから明るくなって。明るくなってかもしれない。はいはい。こんなとこに照明が。へえ、これ上のベッドにもついてるんですか？上もついてます。あ、じゃあ同じような感じ。あ、これシガーソケットあるんですね。USB もそこではい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 。しながら眠れる。そう、いやこれ必要ですよね。これごめんなさい、今気づいたんですけど、このベッドのこの真ん中のこのくぼみってこれって何ですか？上に荷物乗っかっちゃってるけど、ここはね跳ね上がるんですよ。あ、このまま上に上がるんですねこれ。あ、なるほどなるほど。この部分だけ上がるから、荷物置いてなければそこ下に人がこう座れるぐらいな感じで乗り込めるんですよね。あ、いいっすね。使い方で変えられるってことですね。荷物置くこともできるし、こう跳ね上げちゃって、なるほど。これ、あ、カーテンもついてるんですね。これも標準でついてるんですか？ちゃんとしてるカーテンですね。標準のちゃんとしたカーテンですね。すごいですね。ちゃんと、じゃあもうこれプライベートルームじゃないですけど。そうですね。あ、こんな感じになるんだ。いいですね、このカーテン。これだけあるだけでも全然違いますよね。で、もう一つベッドとして使ってるのはこのバンクになりますか？そうですね。バンクは家族で出かけるときは必ず使いますね。そうですよね。で、このバンクよく見るとこれレールに沿って出てくるんで、あるだけ。おお、はい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 。結構きましたね。結構来るんです。だからこれね、横向きじゃなくて縦にいつも3人寝てますね。そうですよね。結構きますよね。広いですね。広いですね。ここだけ高さも少し後ろよりも取ってあって、これね、これオプションだけど、明かり取りにはやっぱいいですよね。いや、これすごいっすよね。いや、すごい。ただ夏場とか暑いですよ。逆に。やっぱりここ20窓でも熱気はね入ってきちゃいますね。これって上にパカンって開くんですか？ここ回して開きます。ああ、はいはい、もう完全にこれ欧州車ですね。アネックスさんそういうのを意識してこれ作ったと思うんですよね。あ、これ開くだけでだいぶ風入ってきますね。網戸できて。あ、本当だ、網戸ついてるんですねこれ。これがオプションなんですね。これがオプションですね。いやいいっすね。選択があるだけいいっすよね。すごい、これめちゃくちゃ欲しい。これ結構いいですね。星も見えるしね。そうですよね。こう寝ながら子供たちと星も見えるし。いやー、それやってみたいんですよね。花火大会とかも頑張ればいけそうじゃないですか。いや、すごい、ありがとうございます。はい、ということで今回ですね、撮影の方ご協力いただきありがとうございました。ありがとうございます。そしたら最後皆さんに聞いてるんですけども、このリバティを買ってすごい良かった点1点と、逆にここだけちょっと残念だなみたいな、まあここが改善されればもっといいなっていう点がありましたら、それも1点教えていただけますか？1点ですね。いっぱいあるんですやっぱり一番良かったっていうと、悩むけど床暖房、マルチルームのこの雰囲気とちょっと悩むんですけど、床暖房はやっぱり他ではこれなかったんで、床暖房はやっぱり良かったですね。それとでも同じぐらいマルチルームの使い勝手とか雰囲気は決め手になりましたね。結構でもそうすると割ともう気に入ってるポイントの方が多いです。この照明も不具合起きなければ。そうですよね。そうですね。以前晩婚乗られてたじゃないですか。その晩婚から比べるとやっぱり違います？キャブコンの。違いますね。まあいい面で言えば当然、この居住空間っても晩婚じゃ絶対成し得ない広さじゃないですか。広さというか。広さはそうですね。これは最高ですね。逆に悪い点は走りがやっぱハイエースの方が安定性がいいですよね。平均車速がやっぱり移動時間が多いんで移動時間全然違いますね。車の走行性っていうんですかね。そうですね。そこはやっぱ皆さんいますよね。そう、足回りお金かけてやってもそこはノーマルなハイエースにも及ばないぐらいまでしかいかないですもんね。晩婚乗られてた方が言うともうそこは比較が一番されてると思うんで。スーパーロングだったから。なるほど。ありがとうございます。でちょっとここだけはっていうような点で。っていう点がドリンクホルダーがないとか。ここの
確かに理由そうやれがね、ばそうですね。理由が、走行性能がね悪いとかっていうのは当然理由としてはあるんですけど、使い勝手の中ではここはっていうのはやっぱりね、後ろの人がねジュースを置けないですよ。確かにそうですね。言われてみて気づきました。そう、後ろの人飲みながらこれ、はいはい置く場所ないから持ってるか、運転席に来るんですよこれ。前に置いといて。それ大変です。そうで、ここに一回作ろうと思ったんですけど、やっぱり窓を大きく取ってるからここにつけれないんですよね。こんな低くなっちゃったりするとまたベッドの時とかに邪魔だし、ここに穴開ける、抜くしかないですよね。穴開けるって言ってもこれ下にまたさっきみたいな気孔がついてるから開けたいとこに開かないですよね。なるほど。確かに言われてみればそうですね。だからこっち側に今度なんか工作しようかなと。後ろからよく言われる不便さですね。クレームですね。わかります。あとはそんなですか？そうですね。これに関しては気に入ってるとこの方が多いですね。はいはいはい。こまごまね、いろんな先進的なことやってるから不具合はありますけど、そこもいい意味で付き合っていけば楽しめると思います。はい。いやでもそうですね。もう他のこの手のカムロードのキャンピングカーといろいろと違いますもんね。そうですね。作りも違いますし、勝手も違うのかなっていう。そうですね。いろんな車のいいところがなんか入ってるような。それでいてこうヨーロッパ的なこう作りというか、この照明が特にそうですけど。なんか多分空間の作り方ってアネックスさんを僕初めて乗るんだけど、やっぱそこが上手なのかなと思って。寸法的なところだとそんな大きいわけじゃないのに、家族全員で乗り込んだ時に一番広く感じたのもこれだったんですよね。まあ大人4人っていう感じ。大人4人みたいな感じなんで。そうですよね。そう。で、うーちゃんと同じ、あんま変わらないぐらいで1人みたいな。そうですね。そうですよね。大人4人でも全然乗れますもんね。そうですね。あんまり窮屈に感じたことないですね。わかりました。ありがとうございます。基本的にはもうデメリットっていうほどのあれはなく。ないですね。100点です。ドリンクホルダーだけ。95ありがとうございます。すみません、今日はお忙しいところ撮影させていただきありがとうございました。ありがとうございました。さあまた次の動画もよろしくお願いします。ここはかみさんが取れちゃった。大丈夫です。最後のおまけで使います。キャンピングカーあるある。あるある。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。